燃えてるんだよね。情熱的で。この流れはあなたに感じるかな。もうプリンセス・オブ・ワンズで駆り立てられるようにね、自分の情熱のままに大きな虎を引き連れてんだよね、首に巻いてものすごい勢いで立ち上ってるよ。ですごく早く自分の望みを叶える。だけれども、満腹感みたいなものに到達しちゃうんだろうね。決して悪いことではないしね、満腹感を味わえるっていうことは幸せなんだけど、なんかちょっとこの勢いからすると少しやっぱり足りないのかなっていう感じがする。でさらにこのタイの位置ではクイーンのワンズで、こっちはなんかヒョウを従えてるよね。まだまだ燃えるわよって。この逆三角形にね、あなたを見ているお相手さんの流れが見える。でまたね、お相手さんも結構せっかちに突き進んでんだよね。プリンス・オブ・ソーズで。ちょっとだからやたらめったらって感じだよね。あなたが感情的に自分の情動、情念と言ってもいいかもしれないね。そういうものに駆り立てられて、登るがまま登っていくって感じなんだけど、お相手さんはもうちょっとなんかちぐはぐやたらめったら作為的かもしれないよね、想像だけに。もうとにかくやたらめったら進めて、でワンドの7だから自分の立ち位置を確保することに躍起になるよって。周りの人たちからあまりよく思われない立場にいるかもしれないね、状況になってるかもしれない。最後はこれダールガナのね、教皇が来てて、一つの法則性みたいなもの、あなたもそうだしお相手さんもそうなんだけど、もうなんかもうとにかくご利用しで進んでけみたいな、もう今やれることは全てやる、もう欲しいものがあったら全て買い占めるみたいな、もう今を楽しむとかさ、今が全てなんだっていうような、なんかそういう流れで突き進むけど、最後は何か落ち着くよっていう、それが実は大きなね宇宙ルールにのっとって
行われていたこと、導かれていたことだよっていう、このカードだけがなんかとても落ち着きがある。どうなんだろうな。ガツガツ進む、そんなエネルギーをすごく感じるけど、心の底ではね、あなたに強いエンパシーを感じている。結構ネガティブな方かもしれない。逆にね、あなたは何か取りつかれたように突っ走ってる。で、早々に成熟して、ひょっとすれば胸焼けするような満腹感みたいなものに到達してる。なんかそう駆り立てられたように進む。進まなきゃいけない何か動機があるかもしれないね。あなたに襲いかかる虎やさ、こっちはヒョウか、ね、ピューマかただ何かこうあなたをなんか襲うこともあるだろう。襲いかねないような存在ももうなんか押さえつけて振り回して登っていくような力。だけどなんか反面とても落ち込む時があるっていう、そんなメッセージがね降りてくるね。何かあなたの裏側にこの方強いシンパシーを感じている。あなたがね日常生活の中で定時のサイン、これは工事からのサインじゃなくてね、例えば仕事の帰りに寄ったコンビニの店員の何気ない仕草、なんか妙に印象に残る、脳裏に焼き付く。パソコンが壊れてカスタマーサービスに電話したら、日本語が不慣れなね外国人の奇妙な言い回しがやけに頭の中でこだまする、心に刺さる。もう今更なんだけどね、自分の家の庭の境界線近くにあった半分くらい頭出してる大きな石の存在がやけに気になる。鉱物の波動っていうのかな、今までそんなの感じなかったのにやけに感じる。思考が陰性のリズムに奪われてね、そのサイクルに没入している時、このお相手さんはあなたのことを思っている。どっと疲れるかもしれない。こんな考えにとらわれてしまう時はそれこそね、陰性のパワー全部燃やしてあなたに襲いかかるね、あなたを脅かす存在も振り回してでも突き進みたくなる。ちょっとやけっぱちかもしれないね。ただそれでも目標を達成できちゃうあなたはすごいんだけど、まあどっと疲れるかもしれないね。ぐーっと落ち込むことがあって、負の思考のサイクルに落ちると気づけばさ、一日を無駄にしてしまったななんて、なんでこんな考えにとらわれてたんだろうなって、なんで私こんな無益な思考にとらわれてるのかしらと、激しい自己嫌悪に落ちる。そんな時はね、このお相手さんのあなたに対する念があなたの潜在意識に、その意識のフィールドに強くアプローチしている。
あなたは今後生きていくためにこの闇の意識を暴く必要性があることを感じている。それがこの最終的に、ああこういうことだったんだなって、閣下燃えてるうちはなかなかねそういうふうに思えないかもしれないけど、だから一見とても激しいんだけど、やっぱちょっと激しすぎるから、やっぱり極端かなっていう気はするね。だからこのあなたを見てるお相手さんもねすごい頑張ってると思うよ。あなたがすごい強いからあなたに負けないように頑張ってるかもしれない。突っ張ってるかもしれないね。あなたは情動的、お相手さんはもうちょっと何かカクカクカク動く感じで、なんていうの、パソコンで言うとあなたがこうヌメヌメ感を持ってる、高いスペックのパソコン Mac とかね、ヌメヌメ動く。だけどお相手さんはちょっとなんか馬力不足でカク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 動いてる感じ。ただもう勢いだけでやってる感じかな。心の休まる場所、居心地のいい場所、それがこのプリンセスのワンドにかかってる。だから何か三角関係とかね、あるいは子供が絡んでるかもしれないよね。それでとても早急に動かなくちゃいけなかった。あなたが自分の愛を、これはカップなので成就させたとなると、何か子供絡みで自分の同性の友人との絡み、そしてお相手さんというような構図かもしれないね。このだからとても落ち着いた心の平和の状態から早急に抜け出す必要があったというメッセージが降りてくるね。そしてね、真ん中は工事のメッセージがあなたにささやきかける。であなたは、そのメッセージをしっかりと受け取っている。さっき定時のメッセージと言っちゃったけど、なんかわかんないよ、この後ろでささやきかけてる人がさ、ひょっとしたら有限会あたりの人かもしれない。そっからメッセージを取ってあなたはねユリイカだよね、気づく、発見、そういうことかと。でまたここにも虎があるんだけど、ライオンがね、やっぱりあなたのプライドがとても高い、負けたくないっていう気持ちが強いかもしれないね。だからそこら辺を見透かされるようなウィスパー、そのあなたの耳元でささやく言葉っていうのはさ、ある意味あなたのなんかこう、心の隙間にやっぱ滑り込んでくるような、そういうメッセージかもしれないね。でね、最終的にはお相手さん、あなたを見てるお相手さんはあなたを待ってるよね。であなたが来ることも分かっている。あなたがこのお相手さんのもとにやってくることも。であなたもこのお相手さんを見てる。なんかこのお相手さんと密約のようなね関係性を結んでるかもしれないよね。その定時の定時どうかな。だけどあなたはとても、そのエネジーをね工事のものとして受け取っているよと。だからあなたが今後生きていく上で、この
バイブレーションっていうのはとても頼りになるもんなんだと感じている。ある部分そうでしょう。あなたの無意識がね、宇宙と接触するほとりではすでに次の意識の化学反応が起きていてね、今までも今もそしてこれからもトランスフォームしていく力を現行で蓄え続けているよと。愛のパワーかな。まあここでは本当ね、もうお腹いっぱいの状態になるんだけど、まあそれでもまた体の状態ではあなたがクイーン・オブ・ワンズで、力技で燃えるわっていう、私はもう、この信じた道を歩むわって、そういうパワーをすごく感じる。それはね、藪の中でのさ密会かもしれないね。お相手さん出てきたね。スペシャリストってなってるね。技術的な人、まさにそうだな。このプリンス・オブ・ソーズであなたがね手なずけるって出てるよ。この方の荒ぶる気持ちをあなたがうまくたしなめると。でこちらとても良いカードで、カップル、デュオ、ユニオン、結ばれる、成就、フュージョンね。喜びのカードで、これが、強行にかかってるね。この真ん中現在としたらさ、今現在、この方があなたの視界にバツンって入ってきたところかもしれないよね。それまでは半信半疑だったかもしれない。あなたの強さをひょっとすればね逆手に取られてる形かもしれないけど、あなたがねこのご縁の宿命を自覚すれば、物質体としてのあなたにね今とてもこう物質的なエネルギーがブワーって燃えてるかもしれない。この方がねしっかりとあなたの視界に入ってくるんじゃないかな。その時恋に落ちるでしょう。はっきりと成就する。十一面観自在菩薩様、修羅道にね落ちた人たちを救うと言われてるね。物事を良い方向へ変えていきましょう。だからあなたのワンドの燃えっぷりっていうのはさ、ね、虎や、ね、ピューマやライオンをさね振り回したり配下に収めたりしてね、本来怖いでしょそういうものは。だけどあなたがその何に情熱を燃やしてきたのか、戦ってきたのかって、ひょっとすればとても難しい状況だったね。二人の声の形、献身的に良い方向へね向かうように努力したのかもしれないね。それでずっと突っ走ってきたと。だから波長が合うから結局あなたにもそういう部分があるけど、お相手さんは結構やっぱりネガティブパワーが強いかもしれないよね。そんなに陽気な
方っていう感じはしない。うん。ひょっとしたら修羅道に落ちちゃうような人かもしれない。うん。そんな人をだから救うのがひょっとすればあなたがね、十一面観自在菩薩のような存在かもしれないね。真ん中が怠けてるよね。愛。うん。怠惰とか、まあ怠けるだよね。で、上はもう本当に大敗。かなり乱れる。デカダンスな。うん。そんな世界だよね。お相手さんと何か足を引っ張り合っちゃうような、そんな仲なのかもしれないね。あなたを見ている。陰ながら、いや、結構近くにいる人かな。とてもね、考え込んでるし、あとはね、自分の中に抑圧してるもんがある。あなたに関する、まあ、思い、情熱。それがね、体の位置ではエースのワンズでもう一回振り出しっていうか、まあ原点に戻るって感じなのかな。もう一回こう爆発する。そういう流れが見えるね。まあ、ダールカナ2、同じ際だけれども、あなたの成長を見ている。出会った頃は同じフィールドに立っていた。この方はあなたに未来の希望を見ていた。伸びしろっていうのかな。あなた自身も当初は確信が持てなかった。自分の未来構築のね、絶大なるエネルギーの源泉の重要性を今ほどはね、感じられていなかったんじゃないかな。だからちょっと停滞。あるいはこのお相手さんとの愛に逃げる形で溺れた、そんな感じかもしれないよね。一方ね、お相手さんは自分自身の伸びしろのなさをうすうす感じていた方、あるいはもっと言えば伸びしろのなさとは、つまりは現状維持は地盤沈下、減衰を意味していることも気づいていた。この弱さ、自分自身の弱さに対する怒りがあなたに向かうことを避け続けられるような立ち位置、意外に近いかもしれない。そこでずっとあなたを見ている。
仮にもはや恋仲の中でとってもちょっと、退廃的なムードでね、そういう世界観にいるとすれば、この深刻さをお相手さんはあなたに悟られないようにするんじゃないかな。だからちょっと同居を演じてるような形なんじゃない。今は同じフィールドにいる。あなたに伸びしろがあって、この方には伸びしろがない。分かんないよ、実際には。本人がそう思ってる。そういうちょっといじけた気持ちでいる。私の好きなハーミットだけどなんかちょっといじけた感じに見えた。どうだろうな。まあこの方のような存在にね、あなたが全く気づけてないとすれば、いや、あるいは気づいたとしても行き場を失ってベクトルとは呼べないようなね、意識の矛先に塗られた毒の意味があなたに向けきれぬ自虐的なこの方の愛だと気づかぬまま、あなたは次元上昇する。少しでもこの方に毒に触れると、あなたにこの方のね、カルマが受肉する。でもね、降りてくるメッセージは、あなたはね、この下界で新たに生産されるそこいらのね、カルマ事情よりはるかに偉大な力に守られてるよと降りてくるね。ちょっと不思議だけどね、なんかこの女司祭がそう伝えてくる。ちょっと待ってね、やっぱね、あなたが少しなんかやっぱ倦怠気味ななんかレッスンを受けてるカードだけど、とても期待されてるんだよね。期待されてるんだけど、ちょっとなんか気持ちが乗らない状態になってるのかもしれない。これはお相手さんとしてはむちゃむちゃ近い位置にいるよね。あなたにも、あなたのそのコーチとか先生とかね、そういう立ち位置の人かもしれないね。このカードもなんかそんな感じがするんだよな。あなたがまだおぼこく描かれている。だけれども未来の可能性を秘めているよと。それを期待するね、異性、あるいはあなたより目上の人だよね。あなたにとても期待してるよっていうのが出てる。これは支配のカードにかかってるよね。ひょっとすればこのお相手さんのあなたに対する愛情というかな、愛情にあなたがちょっとげんなりしているかもしれないね。ちょっとじゃないな、結構ドヨーンとしちゃってるのかもしれないよ。ただ最後のカードはもう一回気づくよっていうカードだから、あなたにお告げがあるよって。そしてあなたはね、しっかりと開眼して、ああこういうことだったんだなって、なんかね、こう自尊心を失ってたかもしれないけど、自分の価値を取り戻す。それがこのエースのワーズでボーンと出てんじゃない。だけどこれふてくされてるよね。あなたには人が期待せずにはいられないような、そう秘めたる力があるんだよ。
だからついつい指導にも熱が入ってしまう。まあこの下にあるね、忍者ハーミットをさ、ちょっと拗ねたね、しょぼくれた感じに感じたんだけど、まあとても魅力のある異性のカードが来たね。これは恋仲が始まっちゃうカードだね。だけども何か自分に後ろめたさがある方だよね。ちょっと影があるっていうか、それがまあ魅力なんだろうけど、だから心の中で何かあなたには自分はふさわしくないんだっていうような、そういう影を感じる方だね。でちなみにこっちの2枚はね、とても安定してる、波動を感じるカードだよね。とても良いカードだけど謙虚だから、なんかこの下ではさ、一旦もうドヨーンってなっちゃってたじゃん。だけどやっぱりもう一回気づいて取り戻して、でそのまま、この下のカードはさ、爆発的なエースのワンズが出てるけど、なんていうかな、このダールカナの2の女教皇もすごく含みがある。自分の世界観、その奥の間でしっかりとこう構えているような、そんなにわちゃわちゃしない感じ。とてもなんか思慮深い直感、があなたに降りてくるよって。こっちはなんか感謝の気持ちとかさ、節度のある収穫かな。もう爆発的な収穫っていうよりは、節度のある収穫を喜ぶ。だからなんか毎日の食事、1日で3食食べる前にしっかり手を合わせていただきます、ごちそうさまみたいな、そういうなんか、カードに感じるよね。まああなたのことを見てるね、この方とはおそらく離れていくだろうね。この方も身を引く。あなたはとてもフラットな意識になるんじゃないかな。この方の魅力に一時はまり込んでたかもしれない。でそこから抜けて、一時はすごく恨んだかもしれないよ。だけど最終的には気づいてさ、ああこういうことだったんだなって、私もちょっと随分良くなかったなって、自分の意識もとても低迷してて、そういう季節に私に必要な人だったんだなって。だからとっても何か素朴なね、感謝の念っていうのが湧いてくる。この気づきに至るまではとても激しいパワーだけど、そのパワーのままなんかガンガンいっちゃうんじゃなくて、なんかとってもなんか夏のね、昼下がりのさ、なんか早風呂して、で風呂出てなんか夕涼みしてるような、そんな意識かな。多くの無駄な意識っていうものをきれいに洗い流してさ、実際汗をかいてデトックスすることによってさ、自分の体に降り積もった悪い念っていうのもね、デトックスできるわけで、なんかそんなさっぱり感を感じるね。宝生如来様、自分のフィルターを外してみてください。外れたんじゃない？
色眼鏡が。世の中にはいろんな人がいる。自分とは違う、みんな。ね。自分がね、自分という主観を持って見てるように、みんな主観を持って世の中見てる。だから一元的な視野だけだと、なかなかうまくいかないよね。だからその自分の色眼鏡を外してみることですごくなんかこう垢抜けたさ、ちょっとなんか粋な意識に到達できるんじゃないかな。だからその時あなたが一番停滞してた時期のね、この方に感謝の気持ち、純粋に湧いてくんじゃないかな。この停滞時には本当泥沼だったかもしれないけど、だけど思い返してみて、やっぱりあの時の私に必要だった人なんだなって。あの時の私にこの方がいなければ、私ひょっとしたらもっと別の方向行ってたかもなって。そもそも私が引き寄せたんだなって。なんかそんな風に思えるかもしれないね。ちょっと待って、だけど今回はね、あなたを見ている人がいますっていうお題だから、この現在の軸で考えると、そうだから今ひょっとすればあなたとね、泥沼の関係になってるお相手さん、あなたが思ってるとは違うね、あなたの味方をしてるよ。あなたの前でピエロを演じてるかもしれない。チャラけた男を演じてるかもしれないね。だけどこの方はあなたの価値をよく分かってる。この方も分かんないよ。自分でまだ気づいてないだけで、やっぱり何か取り柄があると思うし、あなたとは違う価値があるでしょ。だけれども今現在あなた基準で考えると、この方は自分自身でね、自分自身を卑下してる。心のどっかで俺はあなたにふさわしくないんだと、そういう影がある人だよ。だから仮にね、今泥沼の関係であっても、あなたが思ってるとはちょっと違う見方をしてると思うよ。あなたが感じているアングルとは別のアングルで、この方はあなたを捉えています。現状はね、とても良いんだよね。ただこれはね、トライアングル、そして逆三角形もそうなんだけど、5の位置に、とても辛い経験が出てるね。ソードの9と、ソードの5、5は比較的ね、もうちょっと軽い感じがするけど、それでもなんか鈍い波動を感じるね。失態とか失敗とか。あなたは八方美人にならざるを得ない方かもしれない。あなたの周りはね、あなたのことを見てる人は、いつも注目している人たちがいる。あなたのことをね。それはね、多分あなたがそれだけ周りに気を使って努力するから。あなた自身も
自分が、八方美人っていう言い方はしないかもしれないけど、なんかそういう感じを自分自身も感じている自覚がある。で時に不調に陥った時なんかは、ひょっとしたら自分は自己不在の人間なんじゃないかって不安に思うことがある。周り、ご自身のコミュニティのね、人間関係の中で、周りの人たちからの自分に対する評価に意識が取られすぎている。でね、この体の位置なんだけど、クイーン・オブ・ソーズが出てるんだけど、ひょっとしたらあなたはね、全部捨てて旅に出るかもしれない。海外移住とか結構大きく、クイーンのソーズだから、ご計算とかね、愛する人に先立たれた、女性を意味するんだけど、やっぱこのなんか経験がやっぱずっと効いてるんだよね。だからあなたがとっても献身的に周りの人たちに気を使って今の地位をキープしてるけど、やっぱりね最後、こうもうなんか全て捨てて、なんか旅に出ちゃう、なんかそんな風に降りてくるよ。あるいは逆三角形ではこれもっと嫌かもしれない。そういう形で居残るんだったらもっと嫌な形かもしれないけど、デビル、このね辛いカルマ、トラウマを原動力に、今の状況にすがりつくっていう、未来が出てるね。とてもいいカードがね3つ並んでるんだけれども、このデフィートにねかかってるのはね、私は何事もうまくやることができる、どんな辛い状況からでも花を咲かすことができる、ハスの花が泥沼からね咲くようにさ、私は咲くことができるって。だからこんな辛い状況も乗り越えてクイーンのディスクの状態までいく。無理してしまってるとなると辛いだろうけど、これはすごくナチュラルなパワーを感じるよ。あなたのなんか本当持って生まれた、幸せの遊びか喜びの遊びかさ、どんなに辛い状況でも前向きに捉えてって、結構だから恥骨肉となるレベルで消化できてるのかもしれないね。でこの真ん中のカードはあなたのその想念、寝てる間にあなたの想念っていうのは、いわゆるユータ離脱してるような状態だけど、アストラル界で工事の世界に到達してるよと、触れ合ってるよと出てるよね。だからむちゃむちゃ辛い経験してるんだけど、本当になんか嘘じゃないところであなたが湧き立たしてる情熱、それ負けん気かもしれないけど、
いや周りの人たちをよりね楽しませたいんだ、喜ばせたいんだ、よりよくやりたいんだ、私は八方美人なんていうね薄っぺらいもんじゃないんだっていう、なんかそういうね本当誠の想念が、あなたが寝ている間かもしくはとっても疲れてる時かもしれないね、もう打ちひしがれてしまってる時でもあなたの本当に良質な、ね、想念の良質な部分っていうのは展開にねアクセスできてるよと、そんなメッセージだね。これがね愛の点だから、真ん中いいんだよね、愛の点とクイーンのディスクだから。だから悪い点で言えば若干やっぱり物質的であって、例えば保守的とか、ひょっとすれば主戦度的とかね、だからこう守りなんだよね。でこっちのこれはカップの点で、とても良いカードなんだけど同時に、到達してしまっている、もう胸焼けするほどお腹いっぱいっていう感じ。このカードどうなんだろうね。あなたが孤独で一人でどっか旅立つ時に仲間を見つけなさいって、あなたのことを理解してくれる人がいるよと。だから自分一人で考えずにちょっと話してみなさいっていうカードにも見える。あるいはちょっとネガティブな読み方すると、実際のところあなたは多分周りの人たちからの評価はおおむねいい。あなたを見てる人は、あなたに注目してる人は周りにいる。だけれどもあなたが気をつけなきゃいけないあなたのことを見てる人っていうのは、意地悪する人が一人いるかもしれないよね。おおむねいいのよ。それはあなたが気を使ってるから。だけど動物的嗅覚でさ、あなたの弱点、あなたがね少し不安に駆られてしまうところ、そこをね見抜く人がいる。だから自分がそのあなたの魂の青写真がね、見れるかどうか分かんないけど、なんとなくやっぱりそれずるい人っていうのは分かっちゃうんだよね、やっぱりね。こう人の弱さを許さないというか、ね、人の弱さを見つけて助けてあげるんだったらいいけど、いわゆる詐欺師のような人たちはね、ペテン師とかやっぱりそういう人の弱さをねやっぱ許さないからやっぱ気をつけなきゃいけないんだけど、しょうがないよね。だけどね、もちろんそんな人はね少ないから、そんなに多くないから、だけどあなたの周りに一人いるかもしれないね。あなたの心の負い目をね動物的嗅覚で察する人があなたに意地悪をする。ひょっとすりゃ友達のようなね、あなたに親切にするようなふりで近寄ってくるかもしれないよ。あなたの味方のようなふりをして、あなたが置かれている状況、あなたの心配事をねより悪化させるような詐術を敷く人がいる。そういうアングルであなたを見てる人がいるよ。あなたの評判の良さが気に入らないんだろうね。ジェラシーだから、この方のサイキックアタックで病むと、あなたはね、あなたの心の不安っていうのが増幅して、周りにいる人たちがみんな敵に見えちゃうかもしれない。だからそんな時は打ちひしがれて、打ちひしがられたあなたのボディからあなたの美しい想念だけが夢の中でアストラルトリップ、美しい世界と抜け出しに行くんじゃない。自分の守護霊様に会いに行って、自分の今世でのね課題をもう一回確認しに行く。
うん。だからね、あなたに意地悪をする人、あなたはその意地悪をする人を見抜けてないかもしれない。ね。そういう目であなたを見てる人がいる。ね、その方の術中に落ちてね、落ちたままでいて、ドツボにはまっていくと、本当にちょっと今いるコミュニティ、長期リタイアして海外旅行に行くことになるかもしれないね。やっぱりね、このソードの9にね、良くないカードがね、重なるんだよね。うん。まあ本当なんか、まあソードの9だから10じゃないからね、討ち死にではないんだけど、まあ終わりっていうのが出てるよね。まあ逆に言えば、なんかこの10までいってればさ、逆に吹っ切れられるんだけど、寸止めで9の状態。なんか悔やむにも悔やみきれないような。だけど、それがバシッと終わるって考えれば、いいカードに見えるよね。終わらせられれば。で、このカードはね、とても自然なこと。私にとっては当たり前のことよっていうような、うん、メッセージが来る。うん。だけどなんかもうこのカードが来てる以上、その八方美人とかじゃなくて、なんかあなたは本当に周りの人たちを喜ばせたい。役に立ちたい。うん。なんかそれがもう自分の当たり前のことなんだよって。まあ、ね、こうクイーンのこのペンタクルね、ディスクか、このデッキだと。ややそのなんか過去を見てるかもしれないけど、それでもなんか、うん、とってもなんか自然な感じがする。どうだろうね、これもデビルにかかってて、まあ、未来とかこれからの計画、ちょっとなんか寂しげな顔してるけれども、そうね、この強烈なカルマの流れでさ、来るとなんか、なんかあなたがそのように振る舞わなきゃいけないっていうようなね、呪縛、こうデビルにかかってるから、そんな風にも取れちゃうけど、まあ、ちょっとなんか悲しげな顔してるのは、やっぱりあなたにね、意地の悪いことをする人がいるからじゃないかな。まあ、正当な読み方すればね、あなたに賛同する人がいる。あなたを味方してくれる人がいるけど、気をつけなきゃいけないのは、味方のふりをしたね、あなたにジェラシーを感じて、足を引こうとする人がいるよって。そんな裏メッセージが来るから、そこはちょっと気をつけた方がいいかもしれない。だから現在を表すさ、この軸のさ、もっかこのカードの、ご自身が持ってる力を信じればいいかもしれないね。あなたのね、周りの人の多くの人たちは、あなたが心に大きな葛藤を抱えていることを、分かってないんじゃないかな。そんな人には見えてない。あなたの献身的な周りの人たちに対する配慮っていうのは、その行為そのままに受け入れられてるよって降りてきます。だから自信を持っていいんじゃないかな。友人のふりをしてあなたを化かそうとする、そういう狐さん、たぬきさんの存在に気をつけることだね。そういう化かし合いにあんまり、
仮にそれを気づいたとしてもあんまり気持ちを荒げたりしない方がいいかもしれないね。あらそうっていう感じで、そういう人なのねぐらいの、お茶目なことやってくれるわねぐらいの感じで交わすといいかもしれないね。あなたの周りは、あなたを見てる多くの人たちはあなたの味方ですよと降りてきます。自国天様、あなたのコミュニティは勢いがあります。自国天様来たから海外出張行かなくていいかもしれないね。自分のコミュニティを去る必要ないかもしれないね。最初のスプレッドではね、なんか本当あなたがね、今のご自身が今いるフィールドをねリタイアするっていう、なんかそんなビジョンがすごく降りてきたけど、私もねあなたの力をねちょっと安く見積もりすぎたかもしれない。あなたはもっとパワフルな人、とっても辛い経験をしてるけど、嘘じゃないね。負から生へのエネルギー転換ができてる人、自国天様がそうおっしゃってます。